皆さん、こんにちは。地底にもう一つの世界のはあるのかとを、伝説、科学、そして現在な検証を追います。地球空洞説は、歴史上で最も論争の的となってきた科学説の一つです。地球の内部に独自の世界や別の太陽、大気があり、生命が存在するという発想は、全くの荒唐無稽に思えます。それは、地球は平らだと主張するのと同じくらい馬鹿げています。それでも、この地球空洞説は、非現実的であるにもかかわらず、何世紀にもわたり生き続けてきました。今日でも地球空洞説を信じ、その正しさを証明しようと証拠を探し続ける人々がいます。なぜなのでしょうか。地球空洞説とは、そもそも何なのか、科学的、実験的な根拠はあるのでしょうか。近代科学が否定してきたにもかかわらず、なぜこれほど長く存続してきたのか。本日の動画では、地球空洞説の起源、科学的背景、そして実験的証拠をたどります。その強固な信念が本当に誤りなのかを検証していきます。地球空洞の謎を紐解く、この動画をお届けできることを楽しみにしています。空洞の地球、その真相を暴く。まず前提として、本動画で扱う主張は、現代科学の支持を得ていないことを確認しておきましょう。ここで紹介する情報の多くは、地球空洞仮説の支持者の視点に基づくものであり、正当な科学知識として受け取るべきものではありません。既存の科学的議論の枠内には位置づけられません。では、この物語を近代科学以前の人々が抱いていた地球観から始めましょう。当時、地球を説明したり推測したりするための最良の道具は理屈と論理でした。人類は与えられた知識に応じてしばしば異なるレンズを通して世界を見てきました。もし地球についての知識を持たずに生まれた子供が地球は平らだと教え込まれたなら、その信念を疑う理由はないでしょう。実際、地球平面説はかつて人々が地球をどう捉えていたかを示す代表例です。地球平面説は日常の視覚的な印象を根拠に、地球は平らな円盤だと主張しました。古代ギリシアから古典期、さらに古代近東の青銅器時代、石器時代の文明に至るまで、そして古代インドや中国でも17世紀頃までこの見方が受け入れられていました。新大陸の諸文化にも同様の考えが見られ、後にヨーロッパ人が到来すると平らな地球の上を天空のような半球状のドームが覆っているとする見解が一般化しました。この見解は広く信じられるようになりました。しかし、人類の好奇心は私たち自身の起源だけでなく、住む惑星についても探求へと駆り立てました。次第に科学的証拠が積み重なる中で、平面地球観は科学に反する強硬な立場だと見なされるようになります。現在では地球は太陽の周りを公転する球体であり、その周期は365日、正確には365日と6時間であると理解されています。これは否定しがたい事実として広く受け入れられています。それでもなぜ多くの科学者の検証にもかかわらず、平面地球のコミュニティは信念を手放さないのでしょうか。彼らにも理由があり、地球は球体でありえないとする無数の陰謀論を挙げます。私たちは信じないかもしれませんが、まずは耳を傾けてみましょう。平面地球派が好んで持ち出す論拠の一つが地平線です。目に見えるものを信じる人々は、地平線が平らに見えるのだから地球は玉ではないと主張します。しかし、この主張の根本的な欠点は、地球の平均直径が12,742km に及ぶほど巨大だという事実を見落としている点にあります。直径 1000m の玉の上に1匹のアリが立っているところを想像してみてください。極律など見えるはずがありません。あまりに小さな存在があまりに大きな表面にいると曲がりを感じ取れないのです。つまり、地平線は実際にはわずかに湾曲していますが、私たちには判別しにくいだけなのです。理論上はエベレストより高い
約1万600メートルまで上昇すれば、地平線の極率を目視できるはずです。さらに、NASA や ESA を含む多くの機関が宇宙探査で地平線の湾曲を捉えた画像を公開しています。もちろん平面地球派は、これらは撮影技術で作られた偽物だとして退けます。平面地球説では、北極が地球の中心にあり、南極は巨大な壁となって円盤を取り囲み、海やあらゆるものが宇宙へ落ちないようにしているとします。しかし問題は、その南極の壁が途方もなく巨大であるという点です。さらに、各国政府を結託させて、誰もその壁を越えられないようにし、地球が球体でないと露見するのを防ぐ組織が存在するとまで信じています。要するに、南極の壁を越えた者は一人もいないというわけです。しかし実際には、人類は南極大陸を幾度も横断し、ほとんど到達不可能と思われた地域にさえ踏み入ってきました。もちろん、それらの旅は危険に満ち、多くの研究者が探検の途上で命を落としています。明らかに平面地球説は科学的証拠の前に崩れ去りました。地球空洞説もまた同じ運命をたどっています。ただし、この2つの説にはいくつか重要な違いがあります。初期の地球研究者や探検家の記録を手がかりに、人類は地球の大きさや形、利用可能な資源について理解を深めていきました。この約200年の近代的な探検の時代においても、地球の秘境を直接調べようとするものは多くありませんでした。探検には時間と資源がいる上、非常に危険を伴う行為でもあるからです。私たちは今、火星の探査を進めていますが、地球上にも未踏の場所や時の流れに埋もれた地域がなお多く残されています。そのため、人類は未だ解き明かしていない謎を数多く抱えています。長い間、人々は地球の内部がどうなっているかを深く問うことはあまりありませんでした。戦争や飢饉、感染症の流行といったより差し迫った課題が常にあったためと言えるでしょう。初期の地質学者たちは数々の驚くべき仮説を唱えましたが、大衆の関心を十分に集めることはできませんでした。一般の注目を集め始めたのは19世紀末になってからで、地球空洞説を含む新たな発見や仮説が話題となりました。この説は科学者や政治家、各国の指導者の一部からも支持を得るまでになりました。とはいえ、地球空洞説自体ははるか以前から存在し、古代文明の神話にまでその源流が遡ります。古代において地球の内側に別世界があるという発想は、ギリシア神話のハーデースのような概念と結びつき、議論に値する題材でした。ハーデースとは、冥界を支配する神の名であると同時に、その冥界そのものを指す言葉でもあります。他にも、北欧神話のニブルヘイム、キリスト教の地獄、ユダヤ教のシェオルなどが挙げられます。ベーダ文献。例えば、プラーナ文献にも、地下世界の概念が見られ、地球内部に隠れた古代都市シャンバラが語られています。このように、地の底の世界という発想は、民話や神話、古伝承の中で広く共有されてきました。古代ギリシア人によれば、地中には冥界への入り口となる洞窟があり、ラコニアのタイナロンホラや、ポントスのエラクレイアの洞窟などがその例とされました。トラキア人やダキア人の神話では、地下世界はザルモクシスという古い神格が支配していたといいます。メソポタミアの宗教伝承には、マシュ山のトンネルに入って地下の淵に至った男の物語が残されています。地球空洞について最初に科学的な推測を試みたのは、彗星で知られるエドモンド・ハレーでした。彼は1692年にその考えを提唱し、後にハレー彗星で名を馳せます。ハレーの仮説では、地球は中心核を取り囲む複数の同心球からなり、それぞれが互いに異なる方向へ回転しているとされました。概念図にすると、おおむねこのようなイメージです。彼は地磁気の観測地や太陽と
月の重力が地球に与える影響に基づく計算から、このモデルなら地磁気の測定に現れる不一致を説明できると考えました。さらに、各層の間の空間には発光する大気が存在し、生命を支えうる可能性があるとまで示唆しました。この奇抜な発想は、その後の世紀で拡張され、発展していきます。地球内部全体は、想像を絶する規模の巨大な空洞に過ぎない、という考えが強まっていきました。一般には、地球の中心に小さな太陽が浮かび、それが豊かな環境を作り出して、内部に生存権があるという新たな空洞地球像が語られるようになります。いくつかの空洞地球関連のサイトによれば、このビジョンは18世紀のレオンハルト・オイラー、19世紀のセソン・レスリーなど著名な数学者、科学者によって発展させられたといいます。一見単純に思えるかもしれませんが、空洞地球説を信じる人々にとっては、拠り所となる非常に重要な正当化でした。名高い天文学者からの後ろ盾は、彼らの主張を広める上で大きな価値があったのです。では、この支援を得て、空洞地球説がどのように発展していったのか、引き続き見ていきましょう。1818年、元米陸軍士官のジョン・クリーブス・シムズが最初の研究を公表し、地球は空洞だと世界に向けて宣言しました。しかし残念ながら、19世紀当時のシムズの理論は、学会や一般から嘲笑され、好意的には受け止められませんでした。それでも、彼は沈黙せず、自らの信念を擁護し続けました。講演活動で理論を語り、支援を募り、さらには地球内部を探検する遠征の準備までできることは何でも試みました。しかし結局何一つ実を結ばないまま1829年の死まで、この信念は彼につきまといました。その後、空洞地球説は世間の関心をほとんど集めませんでした。この人物が現れるまでは、彼こそがディーディ・ルシンの作者、ジュール・ベルヌです。当初この小説はフランス語で出版されましたが、すぐに各国語へ翻訳され、世界中へ広まりました。注目があまりに大きかったため、ベルヌは1867年に地球の中心に関する描写を拡充した版を改めて発表します。物語では南極の火山から地底へと進み、地球の中心を目指す探検隊が描かれます。2ヶ月の旅路の末、一行はついに地球の家具に到達し、中心に小さな太陽が輝く全く新しい文明を発見します。その文明はインフラ整備が進み、19世紀の世界に匹敵するほど高度に発達していました。しかし同時に、ここから空洞地球説にまつわる大きな問題が始まったのです。この本が広く知られるにつれ、一部の人々は小説ではなく、あたかも新発見を伝える報告であるかのように受け取るようになりました。科学者の中にもこの小説に触発され、理論が真実であり得ると本気で考える者が現れました。多くの作家たちがこの新発見を世の中の知と混ぜ合わせ、もっともらしい理論として定着させようとする動きを始めます。ご存知の通り、どれほど突飛に聞こえる主張でも十分に理解し、繰り返し語り、反論の隙をつけば、それらしく聞こえさせることはできます。つまり、空洞地球の信奉者たちは、この説を科学の言説に組み込み、生き延びさせる道を模索し続けているのです。こうした動きが最初に見られたのは、19世紀末で、地理学分野の研究者によるものでした。その著作の名は、自然地理学、フィジカルジオグラフィー。著者は、アロルド・ジアゼ・ヴェドです。彼は、私たちの足元のさらに下に謎の世界があると書き、当時の科学者は、地表から約5マイル約8キロより深い層については何も知らないと考えていました。当時として 7.5 キロ超という数値は確かに途方もない深さでした。誰もそこまで掘り進めることはできず、地球はあまりにも大きい。地表から中心核までは6000キロ以上もあるのです。故に、その空白地帯には何かがあるに違いない、と信じられました。著者はさらに、科学者は
理論や仮説を提唱するばかりで、その信頼性を確定する確固たる証拠はないのだと指摘しました。アゼベドの著作が出ると、この理論やその編集を支持する学者が一気に増えていきます。20世紀初頭には、この説は各分野の研究者から本格的な注目を集めるようになり、第二次世界大戦前のドイツでも研究の対象となりました。不幸なことに、研究資料の多くは戦争で失われるか破棄されてしまいました。多くの信奉者にとって空洞地球は映画ゴジラのように緑豊かな楽園です。そこには人類、異星人、あるいは巨人の種族が暮らしているかもしれません。住民はレムリア人のような古代民族の末裔だと語られることもあります。世界最高機密我らの地球は空洞だを書いたロドニー・クラフによると、失われたイスラエル従士族は神に導かれ、北極の入り口を通ってこの地に至ったのだと言います。出自がどうであれ、彼らは私たちよりはるかに進んだ存在として描かれるのが常です。円盤型の飛行技術を持ち、数世紀もの間、健康で完全な生活を送るのです。長い平和の時代を享受してきた分、彼らの科学は私たちよりはるかに進歩しています。私たちが争い、宗教、世界大戦に気を取られている間、彼らは自らの世界の構築と発展に先進してきたのです。空洞地球の内部は気候が完璧で、地表よりもはるかに大きく、健康な動物や人間が育つとされます。気温も理想的に保たれているのです。神が内なる太陽を作り、昼は熱を与え、夜はわずかに弱めると説明されます。樹木は高さ1000メートル、人間はほぼ5メートルに達するクラフはそう描写しました。生活環境が理想的なため、動物も巨大なサイズに成長するのだといいます。この内部世界は、しばしば地球の中心にある伝説の都市、アガルタと結びつけられ、東洋神秘主義とも関連づけられます。さて、もし地球が空洞で超越的な種族や巨大生物の住処だと信じるなら、なぜ私たちは彼らと接触できず、彼らの言うように、その地へ到達できていないのでしょうか。自らの信念を守り後押しするために、ロドニー・クラフは空洞地球への謎の道を切り開こうと、並外れた行動に出ました。2000年代半ばから2010年代初頭にかけて、クラフはその目的のために長期遠征を実施します。直近では北極から地球内部へ入ろうと試みる遠征が計画されました。しかし不運にも度重なる失敗の後、メンバーはがんから航空機事故による死亡に至るまで様々な最悪の犠牲となりました。遠征は中断を余儀なくされます。もし成功し有望な結果が得られていれば、調査隊は世界有数の大型砕氷船をチャーターして、直に北極点を目指す計画でした。とはいえ、それが実現することはありません。度重なる失敗にもかかわらず、いつか資金を得て、この壮大な計画を続行できると、彼らは今も望んでいます。実のところ、地球内部への遠征を試みたのは、クラフが最初ではありません。半世紀以上も前に、はるかに巧妙な人物によって、同様の遠征が行われていました。20世紀半ばに話を戻すと、技術革新がまだ十分に進展しておらず、空洞地球説にも居場所があった時代です。当時、地球内部に世界が存在することを示唆するような奇妙な発見が次々と報告され始めました。シベリアの永久凍土から先史時代のマンモスの化石が見つかったとき、空洞地球説への信仰は最高潮に達します。ここから中盤、論点の整理し、検証の手がかりをいくつか示します。視点の変えると見えてくるものがあります。当初は、その発見からマンモスは寒冷地に生息していたと考えられましたが、後に科学者たちは、マンモスは実はアフリカなど温暖地域に生きるゲンナマゾウの祖先であることを明らかにしました。さらに謎を深めたのは、マンモスの胃から未消化の熱帯果実が見つかったことです。極寒のシベリアでどうやって熱帯の果実を口にできたのでしょうか。
多くの科学者がマンモスは地下世界で生きていたのではないかと推測しました。いくつかの個体は地球の北極と南極を結ぶ通路を誤って通過し、地表に出たものの極寒の気候に耐えられず凍死したのだと。そのため胃の中に熱帯果実が残っていたのだというわけです。疑念が極限に達した頃、一人の人物が立ち上がり、異なる行動に出る決断をしました。リチャード・エブリンバードです。しかし彼とは何者か、信頼に足る人物なのでしょうか。リチャード・エブリンバード、提督は米海軍の将校で、極地探検を専門としていました。元は海軍の操縦士で、北極点上空を飛行した最初の人物でもあります。さらに、極地に上陸し、現地で補給基地の建設を組織した最初期の米国人の一人でもありました。バードは当初、オーストラリア陸軍士官学校に通った後、家計の事情から1912年に米海軍兵学校へ編入しました。第一次世界大戦中、米海軍で勤務しながら操縦を習得します。彼は航空に情熱を燃やし、概要上の工法で数々の先駆的手法を切開きました。彼の名は、米海軍第7艦隊の補給艦、USNS リチャード・E・バードにも冠されています。探検への情熱に突き動かされ、1929年11月28日、バードと隊員たちは、南極点上空の飛行に初めて成功しました。報告によれば、1930年6月18日に遠征が帰還した後、米海軍司令部は、バードを南極圏上空を飛行した最初の人物として公式に認定しました。こうしてリチャードは当然のように米国史上最年少の提督となりました。これほどの経歴と功績、地位を備えた彼は世間から一定の信頼を得ていたと言えるでしょう。そして燃える探求心のままにバードはある遠征によって空洞地球説の支持者たちの心をつかみます。旅は1947年2月に始まります。記録によれば、バードは北極の通路を通って地球内部へ向かう遠征を率いました。奥へ進むほど目の前の光景はバードにとって圧倒的なものになっていきました。それからほぼ25年後の1965年、彼の地球内部の世界の探検に関する日誌が詳しく交換されます。彼は日誌にこう記しています。私の眼前には青々とした植生に覆われた谷が広がっていた。谷には小川が流れ、せせらぎの音が聞こえる。それだけではありません。そこでは絶滅した動植物が数多く見つかったというのです。バードは恐竜やマンモスなど地上では久しく絶滅した生き物を目にしたといいます。洞窟の天井はまるで空のようで、奇妙な動きをする浮遊物が漂っていました。光を放つ円盤状の飛行体が上空にホバリングし、機体の外板には見慣れない記号が刻まれていたのです。その場所は広大な軍事基地のように見えました。さらに驚くべきことに、遠征隊がこの地に入るや否や、バードの無線からしわがれた声が聞こえました。北欧風の訛りにドイツ語風の響きが混じっていたといいます。提督、我々の地へようこそ。やがて背の高い人物が数名現れました。金髪に白い肌で、見た目は極めて人間に近いものでした。彼らはとても友好的で、武器も攻撃的な兆候も持ち合わせていませんでした。隊員によれば、彼らは自分たちの世界へようこそと歓迎に来たのだと言います。しかし、話はそれだけでは終わりません。バードの日誌には、さらに重要な記述がありました。ここはアガルタと呼ばれる地球内部の世界だというのです。彼らは地上の人類をはるかにしのぐ、信じがたいほど高度な技術水準を持っていました。それでも彼らは外界と接触する意思を持っていませんでした。しかし、第二次世界大戦中、米国が日本の2都市に原子爆弾を投下した後、地上の人類が扱う兵器の力に気づいたのです。その兵器は地表世界を丸ごと破壊しかねず、その影響は地球内部の彼らの世界にも及び得ます。彼らは
これらの破壊的兵器を保有する列強の領域に航空機を送り、メッセージを伝えましたが、前向きな反応は得られませんでした。それどころか、彼らの航空機は人類の戦闘機に攻撃されたのです。遠征の終わり、帰還後に、バードは米国防総省との会合に臨みました。会合の内容は詳細に記録され、当時の大統領トルーマンに報告書が提出されたといいます。これが提督が描写した地球内部の世界の基本的な模式図です。ここに来られた多くの方が、あなたは空洞地球説を信じますかと尋ねるでしょう。その問いへの答えは、おそらくいいえです。なぜかといえば、科学技術が進歩するにつれて、空洞地球に関する疑問の多くが、平面地球説と同じように、科学的に解かれてきたからです。第一にして、最も確固たる反証は、重力との不整合です。地震派の研究に基づく地球構造モデルは、空洞地球モデルとは大きく異なることを示しています。その他の反証も、重力の原理とその帰結から導かれます。巨大な物体は互いに引き合い、やがて惑星や恒星のような球状の固体を形成する傾向があります。その結果、重力ポテンシャルは最小化されます。ここで視座を一段引き上げます。比較と反証、そして設計。実行可能な落としどころを一緒に描いていきましょう。言い換えれば、空洞構造はエネルギー的に極めて不利なのです。さらに、通常の物質は重力にこうして巨大な空洞体を支えるほど強固ではありません。具体的には、地球の近く程度の厚みしかない惑星サイズの中空玉は、地上に対して静水圧平衡を維持できず、崩壊します。加えて、空洞地球の内部に住むとされる住民は、地表と同様の強い重力の下では生存できません。言い換えれば、地球内部に住む人々は、ほぼ無重量に近い状態に置かれることになります。これは、アイザック・ニュートンが最初に示した原理に基づく結論です。彼のカラ定理によれば、中高の玉の内部にある物体には、カラカラの重力は厚みに関係なくゼロになります。もっとも、地球は完全な球体ではなく、極方向にわずかに扁平なため、内部の物体に小さな重力が働く可能性はあります。さらに、月や太陽、その他の天体からの重力も、この力に寄与し得ます。地球の自転による遠心力も内部の物体が地球内部と同じ速度で動き、内壁に接している場合には、その物体を地殻側へ引く向きに働きます。ただし、赤道での最大遠心力でさえ、地球の重力の約300分の1に過ぎません。しかも、もし地球が本当に中空なら、その質量は大幅に小さくなり、現在のような強い重力を生み出せません。これは空洞地球仮説に対する極めて強固な科学的反証です。実験科学の観点でも、地球の地下に文明が存在するという説は広く支持されていません。先ほど触れた科学者たちは、足元の5マイル、約 7.5km より深い場所を何も知らないという主張を覚えていますか？時を経て、この論は崩れ去ります。20世紀、ソ連による世界最新の掘削穴が登場したからです。場所は、ロシア北西部の人跡稀な半島。こら、何十年も科学者や探検家を引きつけた大いなる謎の源でした。研究者たちは、この地で地球内部の理解を深めようと掘削を続け、1989年に深度12,226メートルへ到達します。ソ連のコラ朝深度掘削穴は、20世紀に人類が試みた人工掘削として世界最新の記録となりました。ところがその直後、異常事態が起こり、ソ連の計画は頓挫します。彼らはやむなく、コラ朝深度掘削穴を恒久的に封鎖せざるを得なくなりました。以後、穴の底から地獄のような不気味な音が聞こえたという憶測や陰謀論が絶えず囁かれました。まるで数百万の魂が叫ぶような音だったと。しかし実際には掘り進むほど温度が想定の2倍に達し、極端な高温のためにビットが
急速に摩耗し、岩盤との摩擦で消耗していったのです。さらに、その深度では、岩石の密度が当初の想定より低く、高温に対して予測不能な挙動を示すことが分かりました。つまり、計画が途中で止まった主因は、技術的な要因であり、地獄や空洞地球の神秘的な力ではなかったのです。ましてや、地球内部に別の太陽があるという発想は、科学的に見て、最も荒唐無稽な部類です。惑星規模の生命を支えるほどの巨大なエネルギー源が、あれほど小さなサイズで、しかも近くに囲まれた環境に存在できるはずがありません。多くの点で、空洞地球説は、宇宙人や神秘生物にまつわる説よりも説得力に欠けます。では、本当に私たちの足元に別世界があると思いますか？あるとすれば、その合理的な説明は何でしょう？ぜひ、皆さんの考えをコメントで教えてください。それでは、今回はこの辺りで締めくくりましょう。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いできることを願っています。どうぞご家族と素敵な一日をお過ごしください。